チームメイトが倒れた日にチャンス到来と叫んだ男ウィル・スミスの悲劇とラッシングの狂気。記者会見場が凍りついた。ロバーツ監督の口から出た言葉は、その場にいた全員の呼吸を止めた。これは単純な筋肉の問題ではありません。頸椎に関わる問題、さらには椎間板ヘルニアである可能性もあると判断しています。マイクの前に並んだ記者たちは、誰も次の質問を思いつけなかった。フラッシュが一瞬止まった。誰かがペンを落とした音だけが、静まり返った会見場に響いた。頸椎、その2文字の重さを、野球を知る人間なら誰でも理解する。首の問題は、選手生命そのものに関わる。ウィル・スミスが首の筋肉の張りで離脱しているという説明を信じていた人々は、この瞬間にその認識を完全に更新しなければならなかった。これは長期離脱ではない。これは、もっと深刻な何かだ。しかし問題はウィル・スミスの負傷だけではなかった。この悲劇的な発表の後に起きたある出来事が、ドジャースのクラブハウスを全く別の理由で震撼させることになる。チームメイトが重傷を負ったその日に、これは私のチャンスだと言った男がいた。時系列を正確にたどらなければならない。パドレスとの激しい一戦を終えたドジャース。試合は両チームが持てる戦術をすべて駆使した消耗戦だった。そしてその消耗戦の直後、ロバーツ監督は記者たちに囲まれた。最初の質問はウィル・スミスの状態についてだった。首の筋肉の張りが長期離脱の主な原因なのかという記者の問いに、監督はそれも一つの要因ではあります。しかしまだ医師による最終的な診断結果を待っている段階ですと答えた。待っている段階という言葉が示すように、その時点では監督自身も全容を把握していなかった。そして会見の途中、それが起きた。医療スタッフから呼び出しが来た。監督は少し失礼しますと告げて会見場を後にした。残された記者たちは、互いに顔を見合わせた。試合後の記者会見が途中で中断されることはめったにない。何かが起きているその予感が会見場を支配した。20分後、ロバーツ監督が戻ってきた時の表情を、その場にいた記者たちは全員が記憶している。普段は感情をコントロールするこの指揮官が、明らかに何か重いものを飲み込んだ後のあの顔をしていた。そして彼は語った。頸椎の問題、椎間板ヘルニアの可能性。回復には当初の予想以上の時間がかかる。現時点では復帰時期を具体的にお伝えすることはできない。その発表で会見場が凍りついた、あの瞬間の話はすでにした。問題はその後だ。ウィル・スミスとは何者か、を改めて語らなければならない。彼はドジャースの正捕手だ。しかしそれは単なるポジションの話ではない。このチームにおけるウィル・スミスの存在は、打撃面での貢献もさることながら、投手陣との信頼関係という観点で特別な意味を持っている。ドジャースという球団は毎年のように先発ローテーションを大きく入れ替え、様々な投手を起用する。その中でウィル・スミスは常に核として機能してきた。どんな投手が来ても、スミスとのバッテリーは機能するそういう信頼の積み重ねがあった。そして今、大谷翔平の二刀流復帰が目前に迫っているこのタイミングで、スミスが長期離脱を強いられることになった。大谷は検査結果を見た瞬間、こう語った。ウィルのことが本当に心配になりました。この言葉は短い。しかしその短さの中に、大谷という人間の人格が凝縮されている。自分の復帰登板を翌日に控えた選手が、真っ先にチームメイトの体を心配する。これと対比される形で、もう一人の選手の反応が世界に知られることになる。ダルトン・ラッシング、彼がメディアに向けて語った言葉を、そのまま記録しておく必要がある。これは大家の正捕手として私以上にふさわしい選手はいないことを証明する絶好の機会です。私はすでに準備ができており、このチャンスをずっと待っていました。今こそ首脳陣は私を信頼し、チームの正捕手という重要な役割を任せるべきです。私は今日の試合でホームランも打ちました。だからこそ私が最もふさわしいのです。私がいなければこのチームがどうやってやっていくのかわかりません。読み返してほしい。もう一度、チームメイトが頸椎の問題で長期離脱を強いられた。その発表の直後に、
この言葉が出た。絶好の機会、チャンスをずっと待っていた。私がいなければこのチームがどうやってやっていくのかわからない。これらの言葉の問題は、その内容だけにあるのではない。より深刻なのは、そのタイミングだ。チームメイトの重傷発表、その熱が冷めやらぬ中で、自分の売り込みを始める。頸椎ヘルニアの可能性がある選手のことを、自分のための踏み台として位置づける発言。これが公の場で発言された、という事実。ラッシングへの批判が噴出したのは当然だった。しかしここで一つ、冷静な視点を持ち込まなければならない。批判の声は正当だ。しかしその批判の中身を精査することで、この問題の本当の深さが見えてくる。ラッシングの発言の何が問題なのか。表面的な答えは無神経だ。チームメイトが倒れた時に自分のことしか考えていない、そういう批判だ。しかし本当の問題は、もっと根深い場所にある。ラッシングは機械という言葉を使った。つまり彼の認識において、ウィル・スミスの長期離脱は機械だ。チームにとっての危機を、個人の昇格チャンスとして真っ先にフレームするこの認識の歪みが、彼がまだチームスポーツの本質を理解していないことを示している。プロスポーツにおいて競争は不可避だ。チームメイトの離脱が自分の出場機会を生むという現実は否定できない。しかしそう思うこととそれを公の場で真っ先に語ることの間には、越えてはならない一線がある。その一線を、ラッシングは越えた。ファンコミュニティの反応は、予想通りであり、しかし予想を超えていた。SNS 上ではラッシングはドジャースにふさわしくないチームメイトをリスペクトできない選手はいらないという声があふれた。しかしそれ以上に注目すべきは、日本のファンコミュニティの反応だ。日本の野球文化において、チームメイトの負傷に際してチャンス到来と発言することは、単なるマナーの問題を超えている。それは野球選手としての人格そのものへの評価に直結する。日本語の野球報道においてチームメイトの怪我をチャンスと語ったという文脈は、その選手のキャリア全体に影を落とすほどのインパクトを持つ。かつて誰かがそうした発言をしたとき、その選手は長くあの選手として語られ続けた。大谷翔平のキャッチャーをめぐる話題は、日本のメディアにとって最上位の野球ニュースだ。その文脈でラッシングの発言が流れたとき、日本語の SNS は爆発した。大谷のキャッチャーに、こんな選手を使ってほしくないという声が、海を越えてロサンゼルスまで届く。それがプロスポーツにおける大谷翔平という存在の特異な影響力だ。彼を取り巻くすべての出来事は、日本という巨大なマーケットの感情と直接接続している。ロバーツ監督はラッシングの発言についてどう思っていたのか。公式の場では、監督はこの件についてコメントを避けた。しかしそのコメントの回避自体が一つのメッセージだ。もし監督がラッシングの発言を支持していれば、何らかの形で擁護するはずだ。擁護しなかったそれは静かな批判だ。しかしより重要なのは、この出来事がドジャースの正捕手問題の加速装置になったということだ。ウィル・スミスの長期離脱は、誰も予想していなかった形で球団に正捕手の空白を生んだ。そしてその空白を埋めるはずだったラッシングが、今度は自分の人格の問題で評価を大きく下げた。球団は二重の問題を抱えることになった。戦力としての穴と、選手の人格としての問題。この二つが同時に発生したとき、フロントが動くのは必然だった。ベン・ロートベッド、その名前が浮上したのは必然の流れだった。現在ニューヨークメッツに所属するこのキャッチャーは、ドジャースとの縁が深い。かつてこの球団でプレーした経験を持ち、大谷翔平とのバッテリーも経験している。ロートベッドはインタビューでこう語った。ドジャースからオファーをいただき、とても嬉しく光栄に思っています。大谷選手は私がこれまで一緒にプレーした中でも最高の選手の一人です。そのような一流の投手の球を受けることは、どのキャッチャーにとっても夢のような経験です。その機会が訪れるのであれば、私はすぐにそのチャンスをつかみたいと思います。この言葉とラッシングの言葉を並べてみてほしい。チャンスをすぐにつかみたいという表現は同じだ。しかしロートベッドのそれは、チームメイトの負傷を踏み台にした言葉ではなく、
自分がドジャースとの縁と大谷翔平への純粋な敬意を語る文脈での言葉だ。同じチャンスという言葉がこれほど違う意味を持つ。しかし交渉は単純には進まなかった。フリードマン編成本部長は記者会見で率直に語った。ロートベット側が4年契約を強く希望しています。しかし球団として長期的なチーム編成に柔軟性を維持する必要があり、3年が限度だと考えています。たった1年の差。しかしその1年が交渉における最大の障害になっている。なぜ1年の差がここまで問題になるのか。ロートベット側の論理は理解できる。現在の交渉力が最大になっている今、できるだけ長期の契約を勝ち取ることで、将来のキャリアの安定を確保したい。4年契約であれば彼は30代前半まで保護される。一方のドジャースの論理も明快だ。スター選手が揃い、予算に制約がある中で、キャッチャーという守備的なポジションに4年の長期契約を結ぶことは、将来のロースター編成の柔軟性を大きく損なう。3年であれば、2027年前後に再評価の機会が持てる。しかしこの1年の差という問題の裏に、もっと本質的な問いが潜んでいる。ドジャースはロートベットを本当に大家の正捕手として長期的に見ているのか。それとも、ウィル・スミスの離脱という緊急事態に対する暫定的な解決策として見ているのか。4年と3年の差は、単なる数字の問題ではない。球団がロートベットをどう位置づけているかの如実な表れだ。2対1のトレードという言葉が示す衝撃についても触れなければならない。この表現は、球団が新しいキャッチャーを獲得するために、2人の選手を放出するという意味だ。ドジャースが2対1のトレードで新捕手を加えたことが正式に確認されたと報じられた。2対1、このコストの高さが、球団がいかに正捕手問題を深刻に受け止めているかを示している。通常、1人の選手を獲得するために2人を放出することは、高値買いを意味する。それだけの代価を払うということは、選択肢が限られているか、あるいは緊急性が極めて高いかのどちらかだ。ウィル・スミスが頸椎の問題で長期離脱を強いられ、代替候補のラッシングが人格的な問題で信頼を失墜させたこの状況は、まさにその緊急性が極めて高い状況だ。フロントは追い詰められていた。そしてその追い詰められた状況下での高値買いは、必ずしも最良の決断とは言えない。緊急性が交渉力を削ぐこれはビジネスの基本だ。ドジャースはその不利な立場で、ロートベットとの交渉を行っている。相手側がそれを知っていれば、4年という要求は交渉を有利に進めるためのカードとして機能する。大谷翔平は今、何を感じているのか。ウィル・スミスの重傷発表を受けて本当に心配になったと語った大谷。その言葉の神聖さは疑いようがない。スミスとの長年のバッテリーで積み上げてきた信頼関係は、単なる職業上の関係を超えたものがある。その大谷が、復帰登板を目前に控えた最も重要なタイミングで、正捕手を失った。これは彼のピッチングにどんな影響を与えるのか。手術後の復帰登板というのは、投手にとって特別な重圧を伴う場面だ。体の感覚が戻っているかどうか、フォームは崩れていないか、球の威力は維持されているか、これらを確認しながら、同時にパフォーマンスを発揮しなければならない。その場面で、長年の信頼を積み上げてきたスミスがいない。代わりに誰が来るかが不確定だ。ロートベットとの交渉は続いている。ロビンソンが試験的に起用される可能性がある。この不確実性が大谷にとって最も消耗するものの一つだ。完璧主義者である彼は、コントロールできない要因を極端に嫌う。バッテリーの安定は、投手としての彼が最もコントロールしたい要因の一つだ。それが今、完全に不確実な状態にある。ロートベットが大谷との初めての顔合わせと合同練習に参加したという報道がある。これは重要なシグナルだ。まだ契約が成立していないにもかかわらず、あるいは交渉の初期段階にあるにもかかわらず、ロートベットとの現場レベルでの接触が始まっている。これをどう読むか。一つの解釈は、球団が事実上ロートベットの獲得を決定済みとして動き始めているというものだ。
4年と3年の交渉は続いているが、対極的な合意はすでに成立しており、細部を詰めているだけだという読み方。もう一つの解釈は、これは球団がロートベッドを試している段階だというものだ。大谷との相性を実際に確認し、それが最終決断の材料になるという読み方。どちらの解釈が正しいにせよ、ロートベッドと大谷の顔合わせが行われたという事実は、ラッシングの立場をさらに追い詰める。クラブハウスに残されたラッシングは、その場面を遠くからどう見ていたのか。自分がチャンスと語ったまさにその機会が、別の男に向かって動いていくその光景を目にしたとき、ラッシングの内側で何かが決定的に変わったかもしれない。この件全体を通じて、一つの問いが浮かび上がり続けている。ドジャースはウィル・スミスの離脱リスクについて、事前にどこまで把握していたのか。首の筋肉の張りという当初の説明が、実は頸椎椎間板ヘルニアの可能性という深刻な診断へと変わった。この変化はどれほど急速だったのか。ロバーツ監督が記者会見の途中で医療スタッフに呼び出され、20分後に険しい表情で戻ってきたその20分間に何が起きたかは、新しい診断結果が出たということだ。つまり、その診断は会見の最中に変わった。それ以前の監督の認識は筋肉の問題かもしれないというレベルだった。そしてその認識が20分間で頸椎の問題かもしれないに更新された。これは医療情報の管理という観点から見ると、非常に興味深いいきさつだ。重篤な可能性がある負傷を、なぜ会見の途中まで筋肉の張りとして扱っていたのか。医療スタッフは事前により深刻な可能性を把握していなかったのか。それとも把握していたが、公式発表のタイミングを測っていたのか。この疑問は、陰謀論的な解釈を求めているのではない。球団の医療情報管理と広報戦略の整合性についての正当な問いかけだ。ラッシングの問題発言とウィル・スミスの重傷発表が同日に起きたという事実が、この件をより複雑にしている。もしスミスの重傷が事前に十分に把握されており、ラッシングがその情報を知った上でチャンス到来と発言したとしたら、それは単なる無神経さを超えて、チームメイトの苦境を意図的に利用しようとした行為になる。もし逆に、ラッシングが首の筋肉の張り程度の認識で発言したとしたら、その発言は無神経ではあるが、頸椎ヘルニアかもしれない選手を踏み台にしたという最悪の解釈からは若干外れる。どちらが真実かを今の時点で断言することはできない。しかしこの曖昧さが、ラッシングへの批判を正確に測定することを難しくしている。批判は正当だ。しかしその批判がどの程度正当かは、情報の時系列を正確に把握することなしには判断できない。このような情報の曖昧さが残る状況で批判が先行することは、SNS 時代の野球報道において常に起きていることだ。誰かが悪者として定まり、その後で状況の複雑さが明らかになる。しかしその時にはもう、最初の印象が定着してしまっている。ラッシングの発言は問題だった。しかし問題の深さについては、もう少し慎重に見極める必要がある。この件が明らかにした、より大きな問題に目を向けよう。ドジャースという球団は今、大谷翔平の正捕手という問題を中心に、複数の危機が連鎖している。ウィル・スミスの重傷離脱、ラッシングの人格的な問題と評価の失墜、ロートベッド獲得交渉における1年の壁、そして大谷翔平の二刀流復帰というタイムリミットが迫る中でのこのすべての混乱。これらは偶然が重なった不運なのか、それとも球団として大谷の投球を支えるキャッチャーという問題に対して十分な事前準備と代替案を用意していなかったことの必然的な結果なのか。野球においてキャッチャーは最も交代が難しいポジションだ。熟練したキャッチャーを正捕手として長期間確保することは強豪球団の基本的な条件の一つだ。ドジャースはウィル・スミスという正捕手を持っていた。その安心感がバックアップの整備を後回しにさせたのかもしれない。ラッシング王子世代の正捕手候補として育成する方針も、スミスという盤石な存在があればこそ許容されていた。しかしスミスが倒れた瞬間、その安心感という土台が崩れた。そしてその下には、
十分な準備がなかったことがあらわになった。ロートベッドは今、メッツのユニフォームを着て自分の役割を全うしている。現在私はメッツの選手です。このユニフォームのために全力を尽くしますという言葉は彼のプロフェッショナリズムを示している。しかし同時にもし全てが順調に進み契約がまとまるのであれば、ドジャースへ戻りこの素晴らしい球団のために全力を尽くせることをとても楽しみにしていますという言葉は彼の意思がすでにドジャースに向いていることを示している。この20の義務現所属チームへの責任と移籍への強い意志の間でロートベッドが感じているものはどんな種類のものだろうか。彼はプロだ。その葛藤を表に出すことはない。しかし毎日メッツの試合に出ながら頭の一部でドジャースとの交渉を意識している。その状況が彼のパフォーマンスに影響を与えていないとは言い切れない。そしてドジャースとメッツにとってこの交渉が長引けば長引くほど両チームにとってのコストは上がっていく。オールスター休暇後のウィル・スミスの復帰を期待する声もあるという。しかし頸椎椎間板ヘルニアの可能性がある選手をシーズン途中に強行復帰させることのリスクを誰よりも理解しているのはロバーツ監督自身だ。現時点では復帰時期を具体的にお伝えすることはできないという監督の言葉は楽観的な見通しではない。それはわからないという正直な答えだ。そしてこのわからないという答えが球団の正捕手問題に対する対応を急がせている要因になっている。不確実性は最悪の意思決定環境を作り出す。スミスがいつ戻るかわからないという状況でロートベッドを3年で取るか4年で取るかという交渉をしているこの環境下での判断はどうしても有利な条件を引き出す方向よりも早く問題を解決する方向に引っ張られる。フリードマンがそのプレッシャーに屈して4年契約を受け入れれば球団は将来の柔軟性を犠牲にする。しかし交渉が長引いて大家の復帰登板が空白の正捕手の下で行われればそれはそれで別のリスクだ。どちらを選んでも代価がある。この物語にはもう一つの重要な視点がある。日本のファンにとってこの件はどう映っているか。日本語メディアにおける大谷翔平の報道量は MLB のどの選手とも比較にならない。彼の一挙手一投足が報じられ彼を取り巻くすべての出来事が日本の視聴者に届く。ウィル・スミスの重傷は大家の二刀流復帰を直撃した悲劇として報じられる。ラッシングの発言は大家のキャッチャーを狙う選手の不謹慎な言葉として批判される。ロートベッドとの交渉は大谷のために球団が動いているという文脈で好意的に報じられる。すべての出来事が大谷翔平との関係というフィルターを通して解釈される。それは事実の一面を映しているが、同時に事実の別の面を見えにくくする。ウィル・スミスの苦しみは大家の問題としてではなく、一人の野球選手の個人的な悲劇として受け止められるべきだ。ラッシングの問題も大谷への影響という観点だけでなく、一人の若い選手が巨大なプレッシャーの下でどう振る舞うかという人間的な問題として見る必要がある。大谷フィルターを通した報道は物事を大谷に良いか悪いかという二元論に還元してしまう。しかし現実はそんなに単純ではない。すべての問題が一つの確信に収束していく。ドジャースというチームにおいて大谷翔平の存在はチームの中心であると同時にチームの歪みを生む起点でもある。10年7億ドルという契約、二刀流という前例のない挑戦、世界中のメディアと何億人ものファンの視線、これらがすべて大谷一人に集中している。その重力場の中でウィル・スミスは首の問題を抱えながらも大家のために投げさせなければならないというプレッシャーの下でプレーし続けていたのではないか。ラッシングは大谷に認められなければならないという重圧の下で自分のプライドと恐怖を同時に抱えていたのではないか。これらは確認できない推測だ。しかし大谷翔平という絶対的な存在がチームに生み出す見えない負荷については誰も正面から語ろうとしない。語ることで大谷を批判したように聞こえるからだ。しかし批判ではなく現実の認識としてこれほどの重力場の中でチームを運営することの困難さはロバーツ監督とフリードマンが今まさに直面している現実だ。最後に
この物語がどこに向かっているかを見つめよう。ウィル・スミスの復帰時期は不明だ。ロートベッドとの交渉は続いている。ラッシングはチームから離れようとしている。大谷翔平の二刀流復帰は目前に迫っている。この状況は向こう数週間でどう動くか。最善のシナリオはロートベッドとの契約が成立し、大谷との良好なバッテリーが確立され、ウィル・スミスが予想より早く復帰し、ドジャースが正捕手問題を乗り越えてポストシーズンへ向かうというものだ。最悪のシナリオは、ロートベッドとの交渉が決裂し、スミスの離脱が長期化し、ラッシングの去就問題が新たな内紛を生み、そして大谷が正捕手未定のまま復帰登板を迫られるというものだ。現時点では、どちらの可能性も閉じていない。チームメイトの苦境をチャンスと呼んだ男の言葉が残した傷は、まだ癒えていない。頸椎の問題を抱えた男のベッドの上での苦しみは続いている。そして大谷翔平は、すべての混乱の中心にいながら、自分ではコントロールできない要因に囲まれている。記者会見場を凍りつかせたあの沈黙は、まだ解けていない。次回、ロートベッド交渉の最終局面と、大谷翔平が選んだ答えについて、さらに深く迫る。